はい、あっという間に解除してくれますので反応も上々です。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ドゥージーから出ました S ミニというねスマートフォンをご紹介いたします。このモデルユニークなモデルとなっていまして、一体どんな感じなのか楽しみです。これから開封し外観とスペックをご紹介していきたいと思います。そして後半にはしばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。パッケージ内容はこの通りになっています。まずね、本体そのものですね。これは後ほど開けてみたいと思います。そして今回のパッケージの中にはヨーロッパ仕様の USB アダプターが付いていました。そして USB-C と USB-A の充電ケーブルも同梱されています。加えてユーザーマニュアルも入っています。そしてこれは嬉しいですね。ディスプレイの保護フィルムが入っていました。では本体の外観を見ていきたいと思いますが、まず持った印象、ずっしりとしている金の延べ棒じゃないですけども、そういったような印象があるずっしり感があります。片手サイズになっていますので、持ちやすいっていうのがまずありますね。そしてこの適度な厚みと、この角が取れたデザインがかなり持ちやすく感じます。では外観を見ていきたいと思いますが、このコンパクトサイズにプラスアルファこの背面になんとディスプレイがついていまして、何らかの情報がね表示されるようなんですが、これは後ほど電源を入れて確認してみたいと思います。そしてその横にありますカメラは5000万画素のメインカメラ、そしてこの下にありますのはマクロカメラとなっています。そして LED のフラッシュライトもついています。そしてこの背面の下側にはスピーカーでしょうかね、網目になっています。そして正面になりますけども、こちらにフロントカメラがありますけども、顔認証にも対応しているということです。このあたりね、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。そして本体の右側サイドになりますが、まずボリュームキーですね。上、下、そして電源ボタンがありますけども、こちらは指紋認証にも対応しているということで、先ほどの顔認証と合わせまして、セットでね、生体認証系が使えるっていうのがめちゃめちゃ便利だなと思います。そして反対サイドになりますと、SIM カードのスロットですね。そしてこちらのキーはカスタムボタンとなっていまして、何らかのアプリを割り当てたり、好きな機能をね、こちらに割り振ることができますので、これを起動した後にね、何か設定していきたいと思います。そしてこのね、デザインになりますが、対衝撃構造になっているのがわかりますね。簡単には壊れないということになります。そして最後に USB-C のポートがついていますが、簡単に開けることができますけどね、ちゃんと防水仕様になっていることがわかります。ちなみに防水性能になりますけど IP68、そして IP69K、またアメリカの国防総省ですね、ミルスペックに対応していまして 810H になっています。ですので防水防塵、対衝撃とね、本当にほぼほぼパーフェクトなね、作りになっています。とにかくこのサイズ感めちゃめちゃいいなっていうのがもう第一印象からあります。こんな感じで剥がしていきます。ということで、先ほどお見せしましたこちらのものは予備となっています。これめちゃめちゃ嬉しいですね。ということで、最初から貼られているのもかなりありがたいですね。これから電源を入れてみたいと思います。はい、電源が入りましたね。ということでね、これから初期設定になりますけども、日本語にしっかり対応していることがわかります。というわけで初期設定が終わりましたけれども、この画面を見ながら主なスペックをご紹介したいと思います。まず肝心の SoC ですね。頭脳となりますチップになりますが、メディアテック製のヘリオ G99 となっていますので、ここ最近この G99 搭載しているスマートフォンやタブレット多いんですが、だいたい暗突ベンチマークはざっと40万点以上は出てきているのが多いですので、結構サクサクと動作しますので、この辺はね、結構安心感がありますね。そしてメモリとストレージになりますけども、メモリは8そしてストレージは 256GB となっていて、本当にモリモリスペックになっていますね。しかしながらメモリに関しましては、物理メモリの 8GB プラス 7GB 仮想メモリとして追加することができます。ですので合計で 15GB まで対応しているということで、この辺もね、よりパフォーマンスが高いモデルとなっているのも使い勝手良さそうですね。そしてディスプレイは 4.5 インチの液晶ディスプレイ、解像度は QHD プラスとなっています。またバッテリーは 3000mAh と、このボディにしてはなかなか大きめのものが搭載されていると思います。そしてボディサイズになりますけども、この縦が 133mm、そして幅が 60mm、このボディの厚みになりますが 13.5mm となっています。この片手サイズめちゃめちゃいいなっていうのを最初から思いますね。そしてこの背面のディスプレイ、ここにね、どんな情報が表示できるのか非常に楽しみです。では重さを測ってみたいと思います。このスケールであれば 156.5g となりましたが、スペック値では 155g となりましたので、ほぼほぼ誤差じゃないかなという感じですね。今指紋認証をこのように登録しています。では反応ね、どんな感じなんでしょうか。
あ、いいですね。はい、めちゃめちゃ早いですね。では、今度は顔認証を登録してみましたので、反応を見てみたいと思います。はい、あっという間に解除してくれますので、反応も上々です。というわけで、非常にこのようにね、サクサクと動いています。反応は上々じゃないかなと思います。というわけで、この後にしばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。あれからですね、1週間ほど使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは動作感ではないでしょうか。この Google マップを使いまして動作を見ていきたいと思います。今ね、東京ディズニーランド上空になりましたけども、拡大をしていきたいと思います。はい。すごい結構綺麗に見えますね。そして指の動きにしっかり追従してきてくれて、こんな感じの動作感になっています。ワンテンポ遅れる感じはありますけど、全く支障がないと思います。そしてストリートビューを表示していきたいと思いますが、ここがね、ちょっとどこかわかりませんが、サクサクとこのように表示が切り替わっていきます。いいですね。そして次にね、ゲームの動きも見ていきたいと思いますが、このアスファルト9っていうゲームがありますので、こちらで見ていきたいと思います。ということでね、アスファルト9のゲームやってみましたけど、動作感に関しましては全くに引っかかりもなく、しっかり動作してくれました。この小さい画面でもあったゲームっていうのは多分あると思いますので、その際にもこの動作感に関しましては全く問題ないんじゃないかなと思います。そして Google Chrome を使いまして Yahoo ニュースを開いています。実際どんな感じで動くのかご覧ください。ではニュースね、まず2つ目の部分開いてみますが、あっという間に表示されましたね。そしてスクロールしてみましても、この指の動きにぴったりとくっついてくれますので、何も支障ないですね。ラグビーワールドカップと出ていますが、あっという間に表示されますね。光回線の Wi-Fi 接続になりますけども、こんな感じで表示されますので、ちょっとニュース見たい時でもね、あっという間にこのように描画されていきます。そしてディスプレイに関しましては、こんな感じで表示されまして、拡大したとしても粗さが目立つってこともありません。ちょっと拡大してこの文字見たいなっていう時にね、このように綺麗にくっきりと表示されますので、支障のないレベルじゃないかなと思います。そしてね、やっぱり動作感に関しまして、この暗筒のベンチマークのスコア、気になるところになりますが、スコアは414,301点となりました。このヘリオ G99 になりますと、このぐらいのスコアっていうのが他のスマートフォンでも多いと思いますけども、これが積んでありますとね、本当に普段使いでは全く問題ない使用感と言えるんじゃないかなと思います。そして次に気になるところとしましては、音質ではないでしょうか。このモデルは残念ながらシングルスピーカーとなっていますけども、こちらの背面にありますスピーカーから音が出るんですが、実はですね、2つありますので、もしかしたらステレオかなと思ったんですけども、この左側の部分から音が出ます。こちらはデザインとなっています。ではそれを踏まえた上で著作権フリーの音楽が30秒ほど流してみたいと思いますので、お聴きください。ということで音楽流してみましたけどもいかがでしょうか。なかなか迫力のある音で、これシングルスピーカーかと思うぐらいに結構いい音なんですね。これはちょっと驚きました。このデュアルスピーカーと思われていたところ、このシングルといえどもここまでの音質が出るっていうのは普段使用でもね、申し分ないんじゃないかなと思います。そして次に気になるところとしましてはカメラの性能かもしれませんね。実際に今起動して撮影してみたいと思います。こちらに1円玉が表示されていますけども、このように撮影してみたいと思いますが、なかなか綺麗ですね。こんなに近くで撮ったにもかかわらず結構綺麗に撮れています。というわけで別の写真と動画をサンプルで撮ってきましたので、そちらをご覧いただければと思います。
そして最後に SIM カードについてご紹介したいと思いますが、現在ですね、こちらのモバイル回線に関しまして、HDアンテナが MAX になって 4G とね、ちょっと小さいんですけど出ています。こちらが povo の SIM カードを差し込んで APN 設定をしましたら、もうすぐにね、このようにアンテナが立ちまして、自動的にこのような設定になりました。ボルテオンになってますね。そしてネットワークのところが povo になっています。ですので通話ももちろんできますし、当然ながらデータ通信もね、楽しむことができますので、ということで povo に関しましては全く問題なく普通に使うことができます。それ以外のドコモやソフトバンク、楽天ですね、そのあたりの SIM カードを持っていませんので確認することはできませんでした。そして次にこのスマートキーに関してなんですが、これをですね、今設定で例えばダブルクリックしますと計算機が表示されるようにしてあります。すぐ使いたいときめちゃめちゃ便利ですね。そしてですね、長押しをしますと、はい、こんな感じで LED のライトが表示されるようになっています。長押しをもう一回しますと消えるという形ですね。もう一回長押ししますと点灯するという、そういった流れになっています。この機能に関してはスマートキーっていう項目がありますので、ここでシングルクリック、ダブルクリック、長押しの際にどういう機能を割り当てるかっていうのを自由に決めることができます。このショートカットっていうあらかじめ決められている中から選ぶこともできます。またアプリを開きますということで、自分のインストールした中からアプリを割り当てて起動させることもできますので、使いやすいようにカスタマイズすることもできるのがいいですね。そして気になりますのがね、この背面のディスプレイになりますが、電池の残量と温度、湿度、時刻と日付になりますね。ここまでの表示になっていました。ここはカスタマイズすることはできません。それでどうやってここを表示させるかになりますが、基本的に画面がこのように点灯している時についている場合もありますし、そして画面を消灯してもついている場合があります。ここの部分をどういう風に点灯させるかで消灯させるかのカスタマイズっていうのはできませんね。画面を点灯させた際に表示されるということになっています。ここはあくまでも補足的な部分になっています。というわけで今回、ルージーのタフネスのデザインになっていますけど、小型スマートフォンをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。なかなか使う用途っていうのは限られているサイズになると思います。バイクやサイクリングでナビ代わりに使いたいという方にとっては、このタフネスデザインがすごくいいんじゃないかなと思います。また、小型になっていますので、個人的にはですね、ウォーキングをよくやっているんですけど、ポケットの中に入れといても、本当にそんなにかさばらないサイズじゃないかなと思いました。そして、しかもですね、屋外で使うということであれば、こういうね、ミルスペックにも対応している、この対衝撃性能がありますので、結構ラフに使えるんじゃないかなという気もしますね。もちろん、防水性能もあって、しっかり通話も対応しているということで、非常に便利じゃないかなと思います。ということで、実用性重視の小型スマートフォンということで、ある方にとってはピタッとはまるんじゃないかなと思います。ぜひ気になった方は概要欄にリンクがありますのでご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。